はい、今日はですね、映画シド・バレットの一人ぼっちの狂気の、2回目となります。前回の動画で、僕は言ったんですけれども、この映画を見て初めて、シド・バレットの本当の凄さを知ったと、いう感じです。で、今まで謎だったんですね。ピンク・ロイドのメンバーがシドの脱退から何年も何十年も、シドのことを引きずっていることがです。確かにロジャー・ウォーターズや、デビッド・ギルマが言うように、シドのおかげでピンク・ロイドはデビューできたし、ファーストアルバムが、本当に素晴らしい、ものになったっていうのは、全て、シドに、のおかげだというふうに僕も理解しているんですけども、それ以上に、シドの凄さっていうのを、語っていると。そういった言動がですね、あるっていうのを、ピンク・ロイドのメンバーから感じられるわけなんですよ。で、ロジャーとギルモアの2人はですね、ピンク・ロイドの最高傑作はシドに捧げられた、Wish You Were Here あなたがここにいてほしいを挙げていますし、世界的大ヒットアルバムの、狂気の、自作として丸々シドに捧げられた、アルバムと言われている、炎 Wish You Were Here を、リリースしているんですね。それくらい創作上のインスピレーションも、シド・バレットに、重きを置いているというほど、ピンク・ロイドのメンバーはいつまでも引きずっているということです。彼らがそこまでする理由っていうのを僕は、いまいち消せなかったんですけども、この映画を見て、分かった、気がします。それが知れただけでも、僕はこの映画を見た価値があるなというふうに思いました。で、ここからは、ネタバレになってきますので、そこは注意して見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、この映画の紹介をしていきます。この作品は、インタビュー形式で進んでいきます。そういったドキュメンタリーですね、これは。で、レッド・ツェペリンとかピンク・ロイドのアートワークを手掛けたことで有名な、アート集団、ヒプノシスのメンバーであってですね、シドの旧友だった、ストーム・トーガンがですね、インタビューを務めてですね、彼の死後は映画作家のですね、ロディ・ボガワがですね、その意思を継いでこの映画を完成させたというわけです。で、インタビューを答える人としてはですね、ピンク・ロイドのメンバーとか、妹のローズマリー、幼少期や美術学校の友人とか、あと歴代のガールフレンド、あとはグレマム・コクソンとかピート・タウンゼンドなどの有名アーティストっていうのが、インタビューとして、答えてるという感じです。で、僕はですね、特にデビュー前の指導についてのインタビューがですね、興味深かったですね。誰もが彼を、カリスマをこう崇拝するようにですね、高く評価しているわけですね。当時の、指導を写した写真は、見てもですね、すごくかっこよくてですね、まさにカリスマ的な魅力を感じますし、生まれながらの、画家でですね、美術学校でも彼の描く絵は高く評価されていてですね、それに女性にもすごくモテたというわけで、で、ギターを持たせればすごいというわけで、彼はまさに、パーフェクトな存在だったというわけで、男性女性問わずスターだったわけですね。で、ロジャー・ウォーターズは、シド・バレットの幼馴染ですし、デイブ・ギルモアは、シドと学生時代の同級生なわけです。周りの友人と同じように、シドを、崇拝していたんじゃないかなと思ってます。しかもギルモアに至ってはですね、ピンク・フロイド時代はほとんど、シドと被ってないんですね。なので、学生時代の思い出だけを、頼りにですね、シドのことを、いつまでも崇拝していると。そんな、感じでですね、シド・バレットのそのデビュー前、若かりし頃の魅力っていうのは本当にすごかったんじゃないかなというふうに思ってます。確かにそのデビュー前の、1966年ぐらいの UFO クラブでのライブっていうのは本当に、すごかった、と言われていてですね、ジミ・ヘンドリックスもすごくシド・バレットのことを称賛したというふうに言われています。で、もう一つですね、ピンク・ロイドのメンバーがシドへの思いを強くしたと言えることはですね、彼ら自身の、シドへの仕打ちなんですよ。
シドへの仕打ちと言いますとですね、シド・バレットっていうのは、バンドを、そのメンタルの精神状態が不安定になってですね、活動できなかった、あと、脱退してしまったんですけれども、フロイドのメンバーはですね、シドに、それから会いに行くことはなかったですし、シドが、バンドを脱退する直前ですね、すごく混乱状態になった時にですね、メンバーたちは急遽ですね、旧友だったデイブ・ギルモアを、バンドに加入させて、ピンク・フロイドの存続を図るわけです。で、シドが本格的に、活動できなくなったら、あっさりと、切ってしまうというわけですごく、打算的な、感じがしますよね。彼らなりに、シド不在のピンク・フロイドをどうやってうまく存続させるかっていうのに必死だったとは思うんですけども、やはり幼馴染への対応としてはすごく冷たい気がします。おそらく、ロジャー・ウォーターズは特にですね、両親の呵責を、感じていたんじゃないかなと思ってですね、そのため、シドに捧げたアルバム「炎」っていう作品を作るまでになったというふうに、僕は感じております。映画でも語られたエピソードなんですけども、炎のレコーディング中に、シド・バレットが突然スタジオに現れた話っていうのはやっぱり印象的です。頭髪や眉毛を全て剃ってですね、ブクブクと太って、美しかったシドはですね、変わり果てた姿をしてしまったと。で、会話することもままならない、精神状態でですね、スタジオの中をうろつく、姿を見てですね、バンドのメンバーはですね、全員ショックを受けてですね、特にロジャー・ウォーターズは、号泣してしまったというふうに言われています。で、不安定な精神状態のままフロイドのメンバーに会いに行った、シド・バレットの思いっていうのを考えると、すごく寂しかったんじゃないかなというふうに思いますね。映画の中でデビッド・ギルマンも振り返っていたんですけれども、やっぱりケリンブリッジの実家に暮らすシドに、一回でも、メンバーは、会いに行くべきだったんじゃないかなというふうに、僕は、感じました。そんなわけで、シド・バレットの一人ぼっちの狂気。天才だけが持つ光と影の、その陰影ですね。それが色濃く、浮き彫りにした映像作品になってますので、ぜひぜひ、シド・バレットを知らないよっていう人も、見に行ってほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございました。